んにちは、浜崎まりなです。クラウドファンディングでは17人の方に29万4000円ご支援いただきました。本当にありがとうございました。まだ製品が完成していないのに応援してくれたこと、思いだけで支えてくれたことっていうのが自分でも不思議なくらいすごくありがたいなって思いました。香りも成分も使ってよかった、朝晩使うのが楽しみって思ってもらえるように、これからも試作品重ねて完成させるぞって気合が入りました。イモータルの始まりを支えていただきありがとうございます。しかし手数料で支援額から6万円ぐらい引かれてしまいましたなのであと8本分のご予約でイモータルの初回製造ロットスタートさせるための準備が整うことができますので、概要欄にオンラインショップの URL 貼っておきますので、ぜひご支援お願いいたします。リンクに貼ってあるオンラインショップはベースっていう EC サイトに登録して3日間かけて作りました。予約商品っていう設定で販売しています。無料でもここまでできるんだって驚きもありまして、これから自分のブランドを始めたいっていう人がいたら参考になったら嬉しいです。直感的に操作もできるし、売れるまでは月額費用とかもかからずに使えます。売れた場合でも決済手数料とかサービス手数料とか合わせて 6.6% を足す40円くらいです。で、さらに予約商品だと、長期予約販売利用料 1% なんやねんそれって感じなんですけどそれが加算されます。ちなみにクラファンで使ったキャンプファイヤーは手数料が 17%、 やばいですよねだったので、それと比べるとベースは安心かなと思います。ちょっと難しかったのが SEO 設定がエラーになったことです。 SEO っていうのは Google とかで検索した時に自分のサイトが見つけてもらいやすくなるようにタイトルとかキーワードを工夫することですサーチエンジンオプティマイゼーションの略だそうですそれからお名前 .com で取得した独自ドメインとの紐付け方も難しかったです。独自ドメインっていうのは例えばチャーに聞いたところフリーマーケットで一つの大きなテーブルをいろんな人で使っている状態だとどれが誰のお店かちょっと分かりにくい。でも自分のテントを立ててそこに〇〇屋さんっていう看板を出してたら、ここが私のお店ですって一目でわかる。それが独自ドメイン。ネットの世界で自分だけのテントや看板を持つようなものだそうですでもチャット GPT のチャーに聞いたりとかベースのサポート記事を見たりしたのでなんとかなりましたそしてなんとオフィスも契約しました家賃は660円です選んだのは GMO バーチャルオフィスです。なるべく安くて安心して使えるところを探してそこに決めました。オンラインで申し込んで身分証を提出して前払いでして数日で契約ができました。場所は恵比寿と青山と銀座で迷って
手書きで書き比べたりしながらじっくり考えました。何時間かかかったかもしれないで銀座はちょっと伝統的すぎるかなと思って、で青山は、母校もあって馴染みはある、響きがかっこよさすぎて自分っぽくない気もしたりちょっとうさんくさいかもっていう気もしました。で恵比寿は、なんか住所が書き慣れてる感じもしたし、商売繁盛の縁起が良さそうな神様の名前だったりとか、昔通ってたスクールもあったりしたので、なんかご縁を感じて、ということで恵比寿に決定しました。で実際にビルにも行ってみました。エレベーターも綺麗で、バーチャルオフィスなのに中に人がいるみたいで安心感もありました。渋谷代官山に近いエリアで、バーチャルオフィスは住所だけを借りる仕組みなので行くことはないんですけど、ここが自分の住所なんだってなんかワクワクしました。これからも見守ってもらえたら嬉しいです。では続きはお楽しみにね。レイも暑い中一緒に行ったんだよね。